もう皆さんご存知ですね。私の魂はエドワード・ケイシーのグループの魂ですね。で、日本に生まれてきて日本的な育ち方をした魂ですよ。それで、エドガー・ケイシーにもう10代からもうエドガー・ケイシーにたどり着いて、今85だけど、まあね、今65年エドガー・ケイシーやってますね。そしてあのー日本人として生まれたから人間ってね知らないんだ。要するに肉体は年を取ってね死んでしまうんだけど、魂はずっと生きていくんだということを知ってました。小さい頃から知ってましたね。それで自分の過去世についてもかなりの小さい時から自分の過去世についての夢なんかもずっと見てましたんでね、もうご存知ですね。私はあの例えば乗馬をやりに行ってもこの話しましたよね。三月でオリンピックと同じ障害を飛ぶことができましたね。なぜならば過去世で私は馬に乗ってた、侍として馬に乗ってた。そしてさらに言うと偉いお殿様かなんかの馬の靴輪を取って走り回ってた。だから私はお馬さんに初めて会ってもお馬さんのことを実によく知ってて、馬とこういう表現がどうですかね、話することができるんですよね。要するに過去の自分というのが体験が生き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 と自分の中によみがえってくるから、そして何か物事を習う時もその過去の体験を自分は生かすことができるので、ですから何でも早いですかね。もうすぐ覚えてしまうというなんていうんですかね、体験を何度も何度も何度もしてますね。で、私は皆さんを見る時もそうですね。過去でこの方は何をしたかというのをいち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 見るわけじゃないんですよ。頼まれたら見て差し上げることができる。またあっさり言ってね、道を歩いてる人を見るのが私の趣味です。で歩いてる人を見ると、ああこの方は過去でどういう体験した、今はそれをこのようにしてね具体的に体験してるんだな、過去の体験を今も体験してるということが分かるんですね。これも変に感じるかもしれないけれども、そういう訓練を受けたからですね。人の動作を真剣になって、あるいは人の在り方っていうんですかね、そこにいる人がどういう人であるかっていうのを真剣になって感じる訓練をしたからでしょうね。それで皆さんのご心配があるんですね。で過去世で私はどんな悪いことをしたんでしょうね、あるいはどんな素晴らしいこともしたんでしょうね。私はそんなことすぐ分かるんだけれども、一言でパッて言うと過去はないよ、過去は終わっちゃったよ。皆さんもそうですよね。今朝どんなものを食べたんだっけって言って、過去のこと、今朝どのようにして事務所へ来たんだっけ、問題にしてもしょうがない。私たちは今から先を問題にする問題じゃない。今から先に希望をいっぱいあるいは今のから先の体験にワク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 してればいいんですね。ではっきり分かっています。過去のうまくいかなかったこと、例えば人間関係なんかで大いに迷惑をかけたこと、あるいは迷惑をかけられたこと、一切問題ない。これからどうするかですね。で過去に体験してるわけですから、例えば私を迷惑かけた人、私が憎んで憎んで憎んだとする、その体験はありますね。記憶されてます。そうするとその人が根性で戻ってきて、
私にさあどうするって聞かれたらどうしますね。これが私先ほど言いましたね。私のやることっていうのはね、知恵と慈しみの生き生きした私たちみんなのこれからの体験を作る今の優しさを感じるかな。感じるだけ。はい、感じたらご破算です。そろばん払うね。そろばんってもういろいろ難しい問題で答えが合ってるかどうか分かんなくてぐじゅ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 やってたって、これパシャってやったらゼロになるじゃないですかね。実は私はそうやって生きてるかな。で過去にね、私との間でトラブル起きた人がこう来た時にいつも来てる。私は飛び上がって喜びますね。すごいバシャっててそろばん払ってね、パチャッと開けて、さあ自分はこれから何をするか、その人と一緒にどういう体験をするか自分が決めればいいんだよ。人生は自分の選択とその体験です。そして広がりっていうんだけど、広がりの中に全部はある。でもいいことも悪いことも含めて今しかない。時間的な広がりと空間的な広がり全く同じですよ。今ここしかない。で私は選択します。例えばその嫌な人がいたとしたらね、もうそのことを目的にしたら忘れてしまって、ひたすら優しさを感じるんですね。優しさを感じるの。目的にしたら調律点っていうんですけど、調律点をはっきりさせたらそのことについてもう考える必要がない。過去のことは考える必要がない。これから未来に向かってどう生きるの。過去の体験っていうのはとっても大事です。ね、でこういう生き方をするよって言ってはっきり宣言したら祈りと言いますね。はい、私は例えばこの方とこういう体験をしたいということを宣言したらね、過去の体験がいっぱい私のところ押し寄せてきてね、それでいい選択をしてるもんだから、調律した選択をしてるもんだから、それがいっぱい私を通して、私たちを通してこれからの体験になります。面白いね。で飛び上がって喜ぶんですよ。私上見たでしょ。広がりを感じて、広がりの中に自分自身の心身全部入れてるんです。はい。